それからこちらがハンター連邦局が最重要容疑者と見ている男の写真です。これはなんだ。やめろ。これが何かの冗談なら生きてここから出られると思うな。やめろ。下がって何もするな。国際ギルド会議とは各国の代表ギルドが招待され、ハンター業界の現在の動向と今後の展望について話し合う重要な行事である。でもハジンギルドって実質一人ギルドじゃないですか。ええ、ですが今回の場合、その一人というのはソン・ジンのことです。君に発言の許可を与えた覚えはないぞ。お願いだから黙っていて。はいはい。さて、片付けを終わらせるために日本へ戻るとするか。あ、待て。スキル種交換レベル点2職業専用スキルマナ消費なし。このスキルの使用者は選択した影の兵士と位置を入れ替えることができる。一度使用すると2時間のクールダウン時間が経過するまで再使用できない。クールダウン時間はスキルレベルによって異なる。クールダウン1時間54分11秒。1時間55分か。次の2時間何をすればいい？せっかく自由な時間ができたのに何をして過ごせばいいのかわからないな。電話する相手もいない。はい、そうだと思います。まだ誰にも確保されていないダンジョンでも探すか。こんな真夜中に一体何が俺を起こしたっていうんだ。静かだ。静かすぎる。ワイングラスが割れたのに何も聞こえなかった。何が起きている？誰だ？助けが必要ならこの番号に電話してください。韓国ハンター協会会長のギュンヒが彼と連絡を取れるよう手配してくれます。これを予見していたのか。お前ら一体何者だ？その人間に手加減などしても何一つ得られるものはないだろう。ああ、まぶい光のかけらよ。獣の言葉？何を言ってやがる？貴様に話しかけたんじゃない。上にいる貴様とつながっている者に話している。俺を冗談の相手だと思っているのか？今日この手で少なくとも一人は殺してやる。精神体の権限だと？ただの人間が？死ねこのクソ勢者め。足らな
客はかなりの一撃を受けたようだな。なら俺から行くとしよう。面白くなってきたわ。楽しんで。見事だ。まさか輝く光のかけらの力をここまで操るとはな。手加減はしないぞ。そろそろ本気を出す頃合いだと思わないか、中ケレシャ。なんて強い闘志なの。ここで命を終わらせなければならないなんて残念ね。実に見事だ。まさか俺を中華状態にまで追い込むとはな。はいはい。終わりにするぞ。あら、彼はもう死んでいるようですね。さらば勇敢な戦士よ。いい戦いだった。もう一つの輝く光のかけらでも存分に楽しめそうだ。行くぞ。東の小さな国にある輝く光のかけらを始末するため、シラドはもう向かっている頃だろう。さて、今の自分のステータスを確認してみようか。ステータス、名前、孫ジヌ、レベル122、職業、影の君主、地位号、悪魔ハンター、他2つ、HP、65230、MP、115,160、スキル、アイテム、今日ここにいる人たちは皆孫さんを一目見るためだけに集まっているんですよ。正確な人数は分かりませんが、通りには10万人以上が並んでいると推定されています。日本ベスの最後の日か。我が君、あなたの臣下たちが心からの敬意を表するために集まっております。手を挙げて答えて差し上げてはいかがでしょう。ベル、勘違いしている。飛行機で知り合いの顔が隣の席になる確率なんてどれくらいだ。これをただの偶然だと言い張るつもりか。そう思ってくれたらよかったんですがね。でもあなたが信じないことは分かっています。また会ったな、アダム・ホワイト氏。一度しか会っていないのにまだ覚えていてくださったのですね。またお会いできて光栄です、孫さん。実は彼の名前を教えてくれたのはベルだったんです。我が君、あれがアダム・ホワイトです。今度こそ名前を間違えてはいけません。
王としての威厳をお保ちください。交渉は決裂したと思っていた。自然の連絡もなく現れて失礼なのは承知していますが、あなたと至急話したいことがあります。アメリカも S 級ゲートで問題を抱えているのか。あ、いえ、それはもう対処済みです。こちらをご覧ください。あらゆる手を尽くしましたが、火はまだ目は下がっています。普通の火災じゃない。おい、そこの君、どけ！たった一つの火花でもお前は丸焦げになるぞ。なんてこった。応援はどこだ。いつ来るんだ。この映像は何だ。最後まで見れば火災を起こした男が国家級ハンターの一人クリストファー・リードだと分かります。1800人の消防士と最高位の魔法使い型ハンター14人が消火のために動員されました。炎が凄まじかった。何か争いがあったに違いない。ということはクリストファー・リードは、信じがたいことですが、我々が彼を発見した時にはすでに殺されていました。それからこちらがハンター連邦局が最重要容疑者と見ている男の写真です。これはなんだ。やめろ。これが何かの冗談なら生きてここから出られると思うな。やめろ。下がって何もするな。写真の男はダンジョンから出てきたんだ。だから君が思っている人物とは違うかもしれない。ダンジョン？彼が放ったマナの波動は魔獣のものと似ていて、さらに我々の S 級ハンターの一人を何の前触れもなく襲った。9月前、局の本部で起きた爆発を覚えているか。世界中で話題になったあの事件のことだ。あれは俺の父親がやったと言っているのか。彼は我々のハンターたちを気絶させた後、姿を消しました。それ以来我々は秘密裏に彼を捜索してきましたが、痕跡一つ見つけられていません。まるで空気に溶けるように消えてしまったかのようです。孫さんの気持ちはわかります。しかし彼が最重要容疑者とされているのには理由があります。全ての条件に当てはまっているんです。ならなぜこの写真を俺に見せた。世界中の主要ギルドの代表者が集まる間もなく開催される国際ギルド会議で、ハンター連邦局がこの男に対して指名手配通知を出す予定だからです。つまり我々の捜査はもう秘密裏には行われなくなります。今回の事件でアメリカ政府は国家級ハンターを一人失ったため、犯人を捕らえるためなら何でもするでしょう。我々ハンター連邦局は孫さんとの良好な関係を維持したいと考えています。だからこそ捜査が公になる前に警告をお伝えするために来ました。会議の場で突然あなたの父親の顔が現れたらきっと驚いたでしょうから。10年前に行方不明になった俺の父親が魔獣として戻ってきた。大丈夫ですか？大丈夫です。少し力が抜けただけです。念能力を使ったのか。高位の魔法使い型ハンターでもせいぜい物を動かせる程度だ。だがこいつは全く別次元だ。こんな力で念動力を操れるのは国家級ハンターだけだと思っていた。いや、この男は6人目の国家級ハンターだ。できるだけ早く副局長に報告しなければ。国際ギルド会議とは各国の代表ギルドが招待され、ハンター業界の現在の動向と今後の展望について話し合う重要な行事である。数日後、ハンター連邦局は招待ギルドのリストを発表し、今年は韓国を代表してガシンギルドが選ばれた。彼らの参加は国内外で大きな話題となった。アシンのトップクラスのハンターはギルドマスターであるソン・ジヌただ一人だったため、連邦局による彼らの正体は実質的にお墨付きを与えたに等しいものだった。ソン・ジヌ一人だけでも一流のハンターを擁する他のあらゆるギルドに匹敵するほどの強さを持っていると認められたのである。今年の国際ギルド会議において、ハンターズギルドの代わりにアジンギルドが韓国代表として招待されたことが
皆の話題になっています。ハンターズギルドのギルドマスターとしてこの件についてどうお考えですか、チェさん。ハンター連邦局が当然の選択をしたまでです。彼らは当然の選択をしたのか、それとも理解しがたいことなのか。ええ、当然の選択だったと思います。でもハジンギルドって実質一人ギルドじゃないですか。ええ、ですが今回の場合、その一人というのはソン・ジヌのことです。ギルドに所属し戦闘に動員可能なものをギルドメンバーと定義するなら、ソン・ジヌはすでに何百人ものメンバーを擁していることになります。最終上チェジュドの剣を含め幾度となくその実力を目の当たりにしてきたものとして言わせてもらえば、アジンギルドは世界のどのギルドと渡り合っても引けを取らないはずです。それでもハンターズギルドはこれまでずっと国際ギルド会議で韓国を代表してきました。少し悔しいのでは。もちろん我々のアメリカ行きがなくなったのは残念です。パスポートまで更新したんですが、それ以上に誇らしい気持ちの方が強いです。我々がどうにもできない魔獣と遭遇した時、ためらわず最前線に立ってくれるハンターが今はいるんです。実際私やギルドのメンバーが生きて戻れたのはソン・ジヌさんのおかげですから、彼が韓国の代表に選ばれたことを心から誇りに思っています。隊長、今朝水西に出現したゲートの許可を取りました。永久ゲートですがマナーレベルはそれほど高くありません。お見事です。今回アジンギルドは許可を申請したのでしょうか、それともまたしてもその機会を見送ったのでしょうか。していません。最近少し静かすぎます。ソン・ジヌが日本から戻ってきて4日が経つが、あのダンジョンブレイカーはどこのゲートにも姿を現していない。主要なギルドはこぞって祝杯を挙げているが、俺は白虎ギルドのユンホやファインギルドのイムテギとは違う。木からリンゴが落ちただけで大喜びするようでは猿と何ら変わりないからな。しかし今はもうアジンギルドと競う必要はありません。利益は 40% 増加しました。また一匹猿を見つけたな。はあ、なんでもない。それで教会は何か知っているか。ランクが判明する前は毎日低ランクのゲートを3から4つ攻略していたし、 S 級になってからは他のギルドの区域に発生したゲートまで攻略していた。そしてつい最近日本へ飛んで一人で S 級ダンジョンブレイクを鎮圧した。それなのに全く動きがないのは妙だ。中国からソン・ジヌに関する情報の紹介がありました。情報？個人情報のようなものか？いえ、そういうものではありません。では何だ？彼らは孫氏に関する関連ニュース記事や襲撃記録などの公文書を要求してきました。なるほど。中国は我々がトップクラスのハンターの個人情報を彼らに渡すとは思っていなかったでしょうね。しかしなぜ彼らはソン・ジンウに急に興味を示したのでしょうか。我々は彼に他国からの申し出は受け入れないという意思を明確に伝えてきました。要求は中国政府からではなく個人からでした。個人ですか？中国の七つ星ハンター劉志言がソン・ジンウに興味を持っているようです。中国はハンターのランク付けに国際基準を採用していません。独自のランクシステムを使用しています。星5つのハンターが最高ランクとされています。しかし星7つを与えられたハンターは劉志剛ただ一人です。劉志剛はソン・ジンウに興味を持っているのですか？はい、そうです。ご存知の通り彼は巨大な獣の一体と戦いました。おそらくそれが残りの巨獣を倒したソン・ジンウに興味を持った理由でしょう。強者は強者を見抜くものですね。彼の要求を拒否するか、表面的な情報だけを送るか。ソン・ジンウは明日到着します。もう時が経つのは早いですね。お呼びですか？ああ、いいタイミングだ。君に伝えたいことがある。分かった。単刀直入に言おう。ソン・ジンウに手を出さない方がいいぞ、ファンサー。ソン・ジンウと君の兄の間で何があったか私を知っている。君も疑念を抱いているだろうし、一体何が起こったのか知りたいと思っているだろう。しかし問題は
君に発言の許可を与えた覚えはないぞ。お願いだから黙っていて。行為のハンターに脅迫めいた警告ができる人間はそう多くはない。彼は確かに印象的だ。しかしワンドンスは標的を追い詰めることに関してはトーマスと同じくらい執念深い。繰り返すが孫仁宇に手出しするな。会議の間はギルドの別荘で休暇でも取れ。どうだファンサー、私の切なる願いを聞き入れてくれるか。分かった。よし、もう行っていい。我は言うことを聞くと思う？いや、そう簡単には諦めないだろう。ローラ、孫仁宇が州を去るまでワンドンスをしっかり監視しておけ。彼はそれを受け入れるだろうか。まあ死ぬよりは少しイライラする方がマシだと思うよ。悔しい悔しい。